はい、皆さんこんにちは。今日はあんまり今頭が働いていないんだけど、そういう時こそポッドキャストを撮ってみようかなと思って回しております。最近は土日を休むようにしているので、平日がその分すごく忙しくしておりまして、土日休むといっても完璧にオフっていうわけではないんだけど、朝とか夜にちょっとやったり、スマホがあれば出先でも仕事ができるので、来週からゴールデンウィークなので、さすがにゴールデンウィーク全部は休めないんだけど、なるべく休みの日は休んで、平日はしっかり仕事してっていう風にやりたいなと3月からしているので、そのおかげで今金曜日なんだけど、金曜日はめちゃくちゃ疲れてますね。まだまだやらなきゃいけないことがあるんだけど、さっきベッドにゴロンってダイブして、ちょっと昼寝しようかな。でも私ちょっと昼寝するっていうと1時間以上寝ちゃうんだよなって思いながら、じゃあ喋るかっていうことで今目をつぶりながら喋ってます。ポッドキャスト、私ね、大体のテーマを決めて喋ってると思うんだけど、なんでかっていうと、タイトルがね、そっちの方がつけやすいっていうことで、私が聞いてるポッドキャストとかラジオも大体そんな感じ、私みたいな感じなんだけど、私が一番好きなポッドキャストは、もうテーマとかなくって1時間以上だらだら喋ってるものがありまして。で、タイトルも本当1、2、3、4、5みたいな感じで、どんどん数字だけですね。そういうのを私は流しておくのが好きなんですね。でも最近その人3ヶ月ぐらい更新止まってるんで、聞いてないんだけど。でも多分ね、全部は聞いてないから過去のを流しながらたまに作業したりはしてるんだけど、そういう聞き方もありますよね。でもしっかりインプットしたいなとか、この人の言ってることを理解したいなと思ったら、テーマを決めて、あとは人の集中力って20分ぐらいしか持続しないみたいなんで、だから私のポッドキャストは20分ぐらいなんですね。私も多分20分超えると、ただでさえ働いてない頭がもっと機能低下しちゃうので、私本当に喋ってる時はね、相変わらず頭回ってないですね。当初からそうなんだけど、ほんと口だけで喋ってます。そんな中で私が最近感じたこと、私歴史がすごく好きなんですけど、好きって言ってもそんなに詳しくないので、だから歴史好きですとはね、言わないんだけど、でも歴史の話を聞いたりとか、調べたりとか、歴史のアニメとかね、すごく好きなんですね。で、私は日本人だから、やっぱり日本の歴史すごく面白いなと思ってですね、もう結構ね、最初っから好きですよ。紀元前の時からね、でなんかそもそも歴史として、そういう文献とかさ、そういうのを元に歴史って我々も理解してるじゃないですか。あとはね、考古学者とか、そういう調べたりとかでね。なんかもうそれもすごいなって思うし、それがまず面白いなって思うんだけど、そこからね、近代とか、そういう歴史も面白いなと思うんだけど、他の国の人って、その国の歴史めっちゃ面白いって思ってるのかなって思ったんですね。で、私は、あと中国の歴史もね、さすがに中国の歴史は長いので、しかもキングダムの
時代の歴史しか全然自分で調べたことはないし、知らないんだけど、だから中国の歴史も面白いのかな。中国の人って中国の歴史好きなんかな、わかんないけど。とか、まあね、歴史ってさ、学校で教わってることと自分で調べること、もしかしたら国によってとか、ちょっと解釈とか教わることが違うかもしれないんだけど、あんまそういうのは私はどうでもいいと思うんだけど、ただやっぱり歴史というものをね、学ぶのが好きなんだけど、日本の歴史ってめっちゃ面白いなと思いまして。ただ、やっぱり残酷ですけどね。でもそれをなんかかっこよく書いてるなって思う部分はあるんだけど、やっぱり昔はね、でもきっとどの国もそうだよね。今みたいに人権なんてないし、なんかそういうのも踏まえて、他の国の人って自分の国の歴史好きなんかなって、なんか聞いてみたいなと思いました。例えばヨーロッパの歴史とかね、そういうのも結構面白いですよね。私もまあね、全部はわからないけど、かっこいい部分しかわからないけども、あとは、アメリカの歴史はね、私短大の時に勉強しましたね。そんなにアメリカの歴史ってね、ないですよね。あとは、だから韓国とか全然知らないんですよ。イー・スンシンしか知らないです。私がやってたゲームにイー・スンシンが出てきたんで、かっこいいなって、強いなと思いながら使ってたんですけど、それ以外のね、人知らないんですよ。そういう感じで、勉強したら面白いんですかね。でもやっぱ日本の歴史を勉強することが好きだから、でもなんか日本のこの時世界はどういう動きしてたかみたいな、そういうのも結構面白いんだけど、やっぱ大体まああれですよね。戦争をしていた国のね、はい、そういうところは結構見たりはするんだけど、ほんと特定の国ですよね。やっぱ国を治めるために、最初は武力だったり、宗教だったり、いろんなものでやってきて、法律っていうものができてっていう、そういう法がない時代ってね、それは強いものがトップということで、それはキングダムを見てても思うんだけど、でもキングダム、中華のね、歴史で面白いところ、キングダムはまだ途中なんだけど、結末は歴史が分かってれば分かるじゃないですか。で、私が好きな将軍たち、将軍にこれからなるであろう人たちはどうなるかって、絶対死ぬじゃないですか。その英雄のまま死ねないんだよね。なんかそれがすごく面白いなと思って。なんか日本の侍たちも、あ、すいません。さっきのキングダムの件は別にネタバレというわけではなくて、中国の歴史をね、見ていくとそういう風に出ていて、ただキングダムの話でそこまでやるかわからないんだけど、秦が中華統一をするまでの話だと思うから、その後の話はきっとやらないと思うので、その、上の方にいた将軍たちがそのままみんな生きていられるかっていうと、そうじゃないみたいで、殺されてしまうらしいですね。きっとそういうシーンはね、やらないと思うんだけど、やったとしてもね、どうしようもないし、そういう歴史があるということで、あと、日本の歴史も武士とか侍の時代の話結構好きなんだけど、でも普通に残酷じゃないですか。でも忠誠を誓って自分の武士道があって、それに反したら自分で死ぬし、仲間もね、それで追放して殺すっていうね、
そういうなんか、筋が通ってるって言ったら通ってるっていうものが、かっこいいのかな。でも本当に忠実ですよね。そういうところって。だって普通はね、逃げたいし、嫌なことしたくないし、でも、幕府のためとか、そういうふうにね、これ新選組の話なんですけど、新選組は結構大河ドラマとか、アニメとかでもありますけどね。でも私大河ドラマ見たことないんだけど、絶対面白いんだよな。なんか世の中って見たい作品とかいい作品がありすぎて時間足りないですよね。私は最近は全然アニメとかドラマも新しいのは見てないかな。ワンピースがちょっとお休みしてたのがまたアニメ再開したので、たまったら見ようかなとは思ってます。やっぱ仕事が、でも今編集系とかはほぼ8割ぐらいは外注してますかね。残りの2割は急にやらなきゃいけないこととか、そういうのは自分で今でもやったりするんだけど、だいぶ減りましたね。だからこそ毎月かなりの数の動画を納品できているし、で、来月から自分の管理の部分の一部も外注しようと思ってて、やっぱり自分が一番やるのが億劫なんですよね。そういうシートを作るとか、なんかレポートをまとめるっていうのが、でもああいうのってあんまり頭使わなくてもできる AI を使えば。だから時間があれば結構楽だとは思うんですよ。でも私はそれをやりたくないので、そこを得意でやりたいと言ってくれる友達がいるのでお願いしようと思ってます。だからその分新しいお仕事を取るのか、今でも回ってない自分の SNS っていうのをもうちょっと注力するのか。5月は前半がゴールデンウィークなんでね、ちょっとペースは落ちるかもしれないんだけど、それでも仕事量っていうのは減らないかなと思います。気づいたら自分が任せてもらってる案件数っていうのかな、クライアントさんの数っていうか、それがかなり多くなってまして、本当に気がついたらっていう感じで。で、もう独立して2年が経とうとしてるので、だいぶ効率よく回せてるんじゃないかなとは思うんだけど、絶対に2年前だったらこの量を私が回せないんですよ。さすがに一人じゃ絶対無理だし、で、これをうまく人と協力して回していくっていうのも絶対に2年前じゃできなかった。けど、ちょっとずつちょっとずつ進歩してきたのかなっていう感じで。きっとみんなもそうだと思うんだけど、本当に同じことをずっとやってる人っていないと思うんですよ。特にこのフリーランスとか自分で事業をやってる人はね、毎月毎月やることが変わっていくと思います。そうじゃないと売り上げっていうのも上がらないと思うし、会社員はね、また違うんだけど、だから今きっと昔の私みたいに動画編集っていうのを中心に今ね、お手伝いしてくださってる方もいるし、きっとそれはもちろん目の前のことを一生懸命やってると、私もそうだったから、
どん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 お仕事をね、依頼してもらえるようになって、その分大変になってくる。でもスキルもついてるし、ただ量が増えていくだけではないと思うんですね。そこをね、どうするかっていうのが、私もそこ難しいところではあるんだけど、やればやるだけ稼げるんであれば、じゃあやっていくのか、自分の限界を超え続けるのかっていう、そこまでしなくてもいいんじゃないかっていう、私自身はその両方の考えがあるんですよね。でも、一生懸命やらないと、今できるうちにやらないと後悔するかなとも思うんで、もっともっと年取ったら楽になるんじゃないかなって、いろんな本に書いてありますよね。多分20代は失敗してもいいからいろんなことをやる、挑戦する。30代はいろんなことをやるけど、正直失敗が許されにくくなってる。しかも30前半と後半でまた違うからね。だからこそ、30前半、その転職のさ、デッドラインじゃないか、リミット。35歳っていうふうに言われているんだけど、本当にそう思います。35歳過ぎてから、じゃあもっと年収上げてとか、いい仕事に転職できるっていうのは、35歳までに頑張った人、転職してキャリアアップした人だと思います。私は転職ではなくて退職をしたんですけどね。もう、ほんと独立してから最初の1年間ぐらいは、いつ会社員に戻ろうか、できることなら戻りたくはないけど、自分で仕事をするのはやっぱり向いてないな、向いてないというか辛いな、大変だなと思って。でも会社員も辛かったから、どうしようかなって思ってたところで、今ね、こうやって安定はしていないけど、いい方向に行ってるんで、これもね、やっぱ20代の時にいろんなことをして失敗したからだなと思います。20代の失敗はね、別に全然取り返しつくし、正直30歳、40歳でも、失敗して終わりってことはないんだけどね。でも、やっぱ失敗ってあんましたくないじゃないですか。もう失敗ってね、失敗と思わなければ失敗ではないので、これも成功の過程だなと思うとね、全部そうだと思います。だから、失敗したことは過去にはね、多分ないと思うんだよね。私絶対に過去に戻りたくないんですよ。よくさ、過去に戻りたいか未来に行きたいかみたいな、そういう質問ってあるじゃないですか。でも未来も見たくないけど怖いから、過去は絶対に戻りたくはないですね。もうちょっとでも戻ってしまって、今の未来がちょっとでも変わるんだったら嫌だから余計なことをしたくないので、こういうありえない妄想をするのが、好きなんですけど、どうせ戻るなら本当3000年前ぐらいに戻ってね、実際の歴史、日本の歴史、キングダムの時代の中国の様子っていうのを空から見たいですね。あの場に降り立っちゃったらもう終わりなんで、本当に怖いんで、本当に秦の始皇帝ってどういう人なんだろう、李信ってどういう人なんだろうって、そういうのは見たいですね。侍って本当にいたのかなって、いたけどね、さすがに侍はいたけども、そういうね、戦いとか本当にそういう戦いがあったのかなとか、本当にペリーって来航したのかな、黒い船だったのかなとか、そこら辺は本当だとは思うんだけど、なんかその当時の色の感じとかって今と違うのかなとか、そういうのはね、結構妄想をして楽しむんだけど、実際にそれは見ることはできないので、もしありえないことで願いが叶うならっていうなら、やっぱそれですね。過去を見たいっていうのは思います。戻りたいというか、見たいですね。だって、例えばお金1億円手に入れたいとか、それはありえないことではないじゃないですか。頑張ればありえると思うし。なんか子供の時よく魔法
が一つ使えるならって、絶対これみんなこういう質問されたことあると思う。当時流行ってたプロフィール帳に書いてあった気がします。もしも一つだけ魔法を使えるならって。それでさ、つまんない回答はさ、魔法を100回使えるようにするって、ね、頭いいって思ってたけど、なんか、ロマンがないですよね。かといって1回だけ使えるって言ったら、今、過去を見たいって言ったけど、お金出しちゃうかもしれないですね。皆さんは1個だけもし願いが叶うなら、何したいと思いますか？はい、ということで、じゃあ仕事に戻ろうと思います。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。